どうも、ユースフィルムのゆうです。今日はですね、ソニーユーザーでこれから動画をやっていこうという人だったら誰もが通るであろう悩み、α7S3 がいいのか、FX3 がいいのかに関して今日はお話ししていこうと思います。まず結論から言うと、僕は圧倒的に FX3 がおすすめかなというふうに思っています。あくまでデジタル一眼でこれから動画に比重を置いていきたいという方向けの動画ですので、その点はご了承いただけると幸いです。はい、ということで FX3 がおすすめの理由は3つあります。1つ目はファインダーがないということかなというふうに思います。これに関してはファインダーがないというのは弱みなんじゃないのかと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、こと一眼カメラで動画撮影をする上ではファインダーは正直あんまり必要ないんですね。ファインダーを除くメリットって多分大きく3つあると思うんですけれども、ここにちょっと α7-3 があるんですけれども、こうやってね、ファインダーを除くことによって3点で抑えられるので、手ブレを抑えられるといったことが1つ。2つ目が、細かくね、絵を確認することができるので、ピントを合わせやすいことがあるかなと思います。で、3つ目に関しては、例えば晴天の時、炎天下の晴天の時とかはもう反射がひどすぎて、この液晶がね、なかなか見れないよということが結構あったりするんですけれども、そういう時とかにはファインダーでこう、絵を確認することで、反射のない綺麗な絵を確認することができることの3つかなというふうに思っています。で、1つ目のその手ブレを抑えられるということに関しては、確かにね、その通りなんですけれども、動画に関しては正直フィックスで撮らない限りは、こうやってファインダー覗きながら結局こうやって動くことになるので、足の動きを全部連動させちゃうので、逆に手ブレがひどくなったりとかはするかなと思っているので、あんまりそもそもファインダーを除くことはないかなというふうに思います。で、2つ目のピントを合わせやすいということに関しても、基本的に、プロの現場だったらまだしもなんですけれども、Vlog を撮るといった時には、基本的にはオートフォーカスに任せっきりになるので、あんまり、マニュアルフォーカスでピントを合わせるという機会はそんなに正直なかったりするので、ファインダーを除くメリットというのはないのかなというふうに思います。で、3つ目の、反射を抑えられるということに関しては確かにその通りで、結構ね、晴天の時とかに撮影をすると、反射がきつすぎて、液晶が全然見えないということは結構あったりするんですけれども、これに関しても正直こう、ファインダーを覗きながら撮影をすることっていうのがないので、結局最初に絵を確認して、そこから撮影を始めるので、その時にね、当然ファインダーを覗くと綺麗に撮れる、綺麗に絵を確認することができるんですけれども、であれば、こう、液晶をね、最初に確認するときにこうやって手で覆っちゃえば見えるので、そこまで、ファインダーを除くメリットはないのかなというふうに思っています。で、それよりもですね、動画を撮影するとき、多くの方が使っているかなと思うんですけれども、ジンバルを使うときにですね、このファインダーがすごい邪魔になってきてしまうんですね。ちょっと、お見せしようかなと思うんですけれども、これがロニーの RS2 ですね。になるんですけれども、通常のですね、24mm だったり、35mm だったり、50mm だったり、短めの焦点距離の、レンズであればそんなことはないんですけど、例えば、虹用 70mm の標準ズームだったりとか、僕の場合 135mm の単焦点レンズを使っているんですけれども、みたいなちょっと重くて長いレンズを使うときは、こう、どうしても重心を取るときとかに結構後ろ目になっちゃうんですね。で、RS2 とかであればそこまでなんですけども、例えば VPLS とか、その他の、結構軽めの、ジンバルを使っている方なんかは、結構後ろで重心を取っちゃうと、ここの後ろのこの軸がですね、ファインダーに当たっちゃうんですね。こう、定位置に持っていくときとかに。結構当たるんですよ。で、結構これがですね、不便で、僕も昔ね、α7-3 を使っていた時とか、当然7S3 を使っている時なんかは、なるべく前で重心を取れるように、このプレートの方にカウンターウェイトって言って重りをつけることによって、なるべく前の方で重心を取れるように、みたいなことをやっていたんですけれども、そうすると当然重りつけてるので、めちゃめちゃ重くなるんですよ、ジンバルが。っ
っていうのもあって、最初からない方が、しかもそんなに使わないし、ない方がいいなと思っていたら、FX3 が発売されて、ファインダーがないということでもめちゃめちゃ便利かなというふうに思っています。はい。で、二つ目に関しては、ズームレバーがついていることかなというふうに思います。これはですね、めちゃめちゃでかくてですね、ソニーユーザーの方だったら多くの方が使っているであろう、スーパー 35mm モードありますよね。1.5 倍、ズームできますよという機能なんですけれども、実はですね、α7S3 と FX3 に関しては、スーパー 35mm モードが使えません。とはいえね、やっぱり便利だから使いたいと、なるじゃないですか。要は 24mm の単焦点しか持っていなくても、実質 36mm まで、焦点距離を伸ばせるので、24mm の単焦点1本でも 24mm、36mm の GM だったら F1.4 投資、ズームレンズを持っているに、等しい効果があるので、めちゃめちゃ便利だから使いたいと。じゃあどうするかと言いますと、超改造ズームという機能を使うことになります。この超改造ズームなんですけれども、ソニーの独自技術によって2倍までズームができますよという機能になっています。これ本当に画質の劣化見る限りそこまでないかなと、本当に全然気づかないぐらいのクオリティでズームすることができるんですけれども、ただですね、この超改造ズームちょっと使い勝手が悪かったんですね。で、スーパー 35mm モードであれば、カスタムボタンなんかに割り当てることによって、ボタンを押したらすぐに 1.5 倍パッと、ズームすることができたんですけれども、超改造ズームの場合は、カスタムボタンに割り当てても、一回押して、その後、ダイヤルをね、こう、ぐるぐるぐるっと回すことでしか、こう、ズームがね、できなかったので、結構、1クッションも2クッションも通常より多くて、正直、普段の撮影してる時に、すぐ使えたかと言われると、あんまり使う機会がなくてですね、あんまり使ってなかったんですけれども、FX3 になってからは、ズームレバーにですね、超改造ズームを割り当てることができるので、もう何のボタンも押さずに、ズームレバーをグッと押し込むだけで、ズームができたりとか、引きも取れたりとかするので、非常に便利かなというふうに思っています。で、かつですね、ここのレバーで、ズームをコントロールすることができるので、レンズ側の絞りで、ズームをするよりもですね、圧倒的に手ブレが少ない状態でズームをすることができるので、動画撮影においては非常に便利かなというふうに思っています。はい。で、3つ目に関しては、冷却ファンがついていることかなと思います。確かにですね、α7S3 を使っていても、そこまで熱停止をする機会ってそんなに正直なくて、ただですね、真夏の炎天下の中、長時間撮影をするという時なんかは、結構熱アラートが出て止まっちゃうといったようなことが、あったかなというふうに思います。ただですね、FX3 に関しては、当然冷却ファンがついているので、僕は少なくとも一度も、熱停止で使えなくなるということはないです。で、気になる音に関しても、マイクが冷却ファンの音を拾って使い物にならないといったこともなかったかなというふうに思います。はい。で、他にも FX3 の方がカスタムボタンが多かったりとか、ネジ穴がいっぱいついているので、リグを直接取り付けられることだったりとか、あとはXLR 端子のグリップがね、最初からついていることなんかもあるんですけれども、大きなメリットとしてはその3つかなというふうに思います。はい。で、1個ですね、α7S3 の方が個人的に良かったなというふうに思っている点がありまして、それが、モードダイヤルです。で、モードダイヤルちょっと、ピント合ってるかな、ここのね、モードダイヤル、これちょっと α7S3 なんですけれども、このモードダイヤルが、α7S3 にもついてるんですけれども、FX3 にないんですよ。で、FX3 は、モードボタンがあって、それを押すと液晶に、移行して、液晶上で、モードボタンを押すといった形になっているんですけれども、ちょっとこれに関しては、好き嫌いがあるかなと思うんですけれども、結構ですね、例えば FX3 でモードを変えようという風になった時に、まずモードボタンを押して、で、その後液晶上で、自分がしたいカスタムボタンというか、モードボタンを押すという、2クッションあるわけなんですけれども、これがね、やっぱりその液晶なので、自分の手の感覚ですぐ分からないので、液晶を見ざるを得ないと、いうことがあるので、ちょっとめんどくさいんですね。で、一方で、モードダイヤルであれば、どれぐらい回せば自分がやりたいモードになるのかって手の感覚でカカカッと、
すぐ合わせることができるので、そっちの方が早いし便利だったなと個人的には思っているので、その点は α7S3 の方が良かったかなというふうに思っております。はい。で、最後にですね、α7S3 と FX3 を比較したときに、動画をメインでやりたいのであれば FX3、写真も一緒にやりたいよという方であれば α7S3 という風な紹介をする方が、結構多いのかなというふうに思っているんですけれども、いろんな YouTube を見ていて。個人的にちょっとこれには、賛成できないというか反対かなというふうに思っていて、というのも、これの、なんていうんですかね、違いって、もう本当にファインダーがあるかないかの違い、当然その使い勝手とか、そのカスタムボタンの位置とかも当然あるかなと思うんですけれども、一番大きいのはファインダーのあるなしかなというふうに思っていて、ただこれの違いで α7S3 を選ぶというのはちょっともったいないかなというふうに思っています。もうこの2機種で迷っている時点で、かなり気持ち的には動画に寄っているのかなというふうに思っているんですけれども、であれば、もうさっき挙げた3つの理由で僕は FX3 が圧倒的にいいのかなというふうに思っているんですね。で、その中でも写真にもうちょっと比重を置きたい、同じぐらいの比重で写真をやりたいという方であれば、α7-4 を買った方が僕はおすすめかなというふうに思っています。写真も当然、3000万画素を超える、めちゃめちゃいい画質で写真も撮れて、かつ 42210 ビットで FPS60 まで、当然クロップはされちゃうんですけど、撮影することができるという、もう本当に化け物級の、カメラで、おそらく写真も動画も同じぐらいの割合で楽しみたいという方であれば、正直 FPS120 まではいらないんじゃないかなというふうに思っています。当然 4K の、高画質で、5倍スローを試してみたいという方は、多いんじゃないかなと思うんですけれども、ただそうなってくると SD カードめちゃめちゃ高いのを買わなきゃいけなくなってくるんですね。で、僕が使っているのがですね、このキングストンの、よいしょ。この 256GB の、SD カードを使っているんですけれども、これがですね、V90、SD カードのスピードの、値なんですけれども、V90 というものなんですけれども、これがですね、V60 以上かな必要なんですね。で、V60 以上、120fps を取るためだけに V60 以上が必要なんですけれども、ただ、これがですね、値段が今多分 Amazon で4万弱ぐらい、4万円弱ぐらいするんですよ。めちゃめちゃ高いですよ。1枚でですよ。4万円ぐらいしてくるので、ちょっと 120fps4K で試してみたいなという方が、試しに買える額じゃない。当然ね、買える方もいらっしゃるかもしれないんですけど、買える額じゃないというふうに思っているので、写真も動画もやってみたいなという心持ちの方であれば、普通の SD カードで α7-4 を使いながら FPS60 までをやってみるというぐらいがいいんじゃないかなと個人的には思っております。はい。ということで改めて結論なんですけれども、動画をね、これから本格的にやっていきたいよという方であれば、FX3 がおすすめかなというふうに思います。で、写真も動画も同じぐらい楽しみたいという方であれば、α7-4 を買うのが良いのではないかなというふうに思います。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今日のね、この動画が参考になったよという方はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。